皆さんこんにちは。最近マウンテンバイクの動画多めなんですけども、許してください。はい、マウンテンバイク流行らせたいんでどんどん動画出していきます。今回のテーマはハードテールにするべきか、フルサスにするべきか、特に初めての人とかね、買い替えの人とかもいいんですけども、そのあたりをね話していきたいと思います。僕もそんなにマウンテンバイク上手いタイプじゃないんで、もっと説得力のある人に話してもらえたら嬉しいんですけども、すいません、参考程度にね聞いてもらえればなと思います。ハードテールとフルサスの違いっていうのはね軽く話しましたけども、改めておさらいをすると、ハードテールっていうのはちょっといい例ではないんですが、こういったタイプのものですね。前にサスペンションがついてて、後ろにはサスペンションがついてないものですね。フルサスっていうのはこれですね。前にサスペンションがついてて、後ろにもサスペンションがついてる。これがフルサスですね。大きく分けて2つですね、マウンテンバイクは。リジットっていうタイプもあるんですけども、結構今では割と少ないです。僕も乗ってましたけども、リジットはリジットいいんですけども、走馬灯の上でハードテールで今回はね話しますと。ハードテールフルサスかっていう問題なんですけども、大前提としてまず予算が絡んできちゃいます。予算が20万までであればちょっとフルサスは難しいです。予算的にオーバーなので、ハードテールの中で最適なものを選んでください。予算がある人は絶対じゃあフルサスじゃないとダメなのかっていうと、そうではなくて、ハードテールにはハードテールに向いてるフィールドがあって、フルサスにはフルサスに向いてるフィールドがあります。どっちがどういうシーンに向いてるかっていうのをそれぞれお話ししていきますね。ハードテールに向いてるシチュエーションっていうのは、まず通勤通学とかにはかなり向いてると思います。前にはサスペンションがついてるので、ちょっとしたねガタガタにしま安心だし、前後にねディスクブレーキがついてます。油圧ブレーキのねものも結構たくさんあるので、通勤通学なんかで雨が降っちゃった時なんかでも安定してしっかりとブレーキが握れるっていうのはかなりアドバンテージだと思います。あとはハードテールっていうのは基本的には軽く作られてます。なのでストップ&ゴーがね結構激しい都内なんかでも快適にねパパ走れるんじゃないかなと思います。ただこの辺に関してはぶっちゃけ最近はグラベルロードっていうのがかなり流行ってて、そっちでカバーできちゃうところもあるので、ちょっとねどっちにするべき、グラベルにするかハードテールにするかっていうのとちょっと難しくなっちゃうんですけども、今回はハードテールかフルサスって話なんで、一回グラベルの話は置いときます。なので通勤通学で使いたい人はいいと思います。ハードすぎないオフロードに関してはハードテールバイクも十分楽しめると思います。例えば富士見パノラマとか富士店とかいろんなダウンヒルパークあると思いますけども、そういったところはハードテールでももちろん楽しむことができます。僕はフルリジットでもやってたし、ハードテールでも走ったことあるけど楽しむことはできるんですけども、楽なのはフルサスですね。間違いなく楽で速いのはフルサスです。特に激しいオフロードに関してはハードテールが最適な環境っていうのは、いわゆるちょっとしたね里山といいますかね、ハードすぎない山道、アップダウンがかなりあるような山道はかなりいいんじゃないかなと思います。ちょうどいいと思います。クロスカントリーレースっていうですね、マウンテンバイクの競技があるんですけども、この周回コースをどれだけ速く走るかっていう競技なんですけども、そのあたりやっぱりハードテールの方が基本的に軽いバイクが多いので、黒缶寄りの作りのバイクも結構多いので、もし黒缶レース出たいんですって方がいればハードテールの方がいい場合の方が多いと思います。ただ最近はですね、フルサスも黒缶にフォーカスしたフルサスも結構出てるので、一概には言えないんですけども、黒缶やりたいですっていう方であればハードテールもいいんじゃないかなと思います。個人的に一番フルサスよりも優れてるんじゃないかなと思ってるのが、ハードテールバイクっていうのは基本的にかなり頑丈に作られてます。シンプルで値段もそこまで高くなくて超頑丈。メンテもフルサスと比べるとそんなに難しくない。なのでバイクパッキングですね、キャンプライドとかする人なんかはとてもいいと思います。ゴリゴリとめちゃくちゃバイクパッキングしたりとかキャリアとかつけたとしてもフレームがすごい頑丈なので安心して走ると思います。でタイヤもね太いのをつけてるので乗り心地もいいし、バイクパッキングする上ではハードテールは圧倒的にフルサスよりもいいんじゃないかなと思います。ってな感じで4つぐらいですね、ハードテールに向いているシチュエーションを話しました。通勤通学は間違いなくいいと思います。でハードすぎないオフロードを走るにはいいんじゃないかなと思います。であとはクロスカントリーレースですね、レースに出たいですって方もありなんじゃないかなと思います。
で最後はバイクパッキングですね。キャンプライドをめちゃくちゃしたいんです僕はっていう方はハードテールいいと思います。なんでもしも自分がなんか、今言った目的に何かしら当てはまるんであればハードテールはぜひねおすすめですね。おすすめシリーズでハードテールこれがいいんじゃないか予算別で上げてるのでぜひね見てみてください。で次はフルサスですね。フルサスに関してはハードテールよりもよりオフロードを走ることに特化したバイクが多いです。フルサスっていうのはハードテール以上に細かく細分化されていて、正直ねどれが最適かっていうのは僕も正直難しい悩んじゃうぐらいなんですけども、ハードテールみたいに通勤通学で使う予定はないです。マウンテンバイクパークでガシガシ走りたいです。バイクパッキングとか別にしないですっていう方は多分オフロードをガシガシ走りたいだけなのでフルサス買った方が絶対楽しめますね。ただフルサスもいっぱい種類があるので自分はどのシチュエーションのコース場所で走りたいのかっていうのを自分の中でちゃんと整理した上で、じゃあこのフルサスにしよう、じゃあこのフルサスにしようって感じで選べばいいんじゃないかなと思います。これがしたいならこれっていう話をしますね。下り特化のフルサスと、スピード軽さ特化のフルサスともう両極端であります。でその間にも結構いくつかあるんですけども、めちゃくちゃ下りたいんです、下りしかしたくありませんって方はダウンヒルバイクっていうのを選ぶといいと思います。下るためだけに作られたバイクです。上りに関してはもう全然ダメなんですけども下りに関しては最強ですね。パラメーターでいくなら上り、下りみたいな感じだと下りビヨーンでもうパラメーターの六角形ってはみ出てんだけど上りのパラメーターはもう1みたいなそういう感じの、パラメーターになってます。かなり極振りした感じですね。クロスカントリーレースに特化したフルサスなんかは、下り性能はそんなに高くないです。ダウンヒルコースを黒缶バイクで行くっていうのはなかなか神経使うと思うので本当に黒缶レースでフルサス乗りたいんですって方は黒缶系のフルサス買えばいいんじゃないかなと思います。ただこの両極端が欲しい人って結構上級者というかかなり慣れてる人、目的が明確な人がほとんどだと思うので大抵の人は初めてフルサス買うんだよねって方はまだ自分が何したいとかどういうところで走りたいとかもわからない人が多いと思うのでそういった人たちのためにどっちもそつなくこなせるよっていうジャンルのものがあってそれがいわゆるトレイルというまたはオールマウンテンとかそういった呼び名のものになってます。下りもそこそこいけるし上りもそこそこいけますよっていうバイクが多いです。ダウンヒルバイクが100点下り上り10点で黒缶に関しては上り100点下り、30点みたいな感じのバイクだとしてトレイルバイクオールマウンテンバイクとかっていうその中間に当たるバイクっていうのは上り70点、下り80点みたいなバイクが多いです。結構そのバイクによって上り80点下り70点とか細かくねどっち寄りかっていうのはあるんですけどもまず何をすればいいかよくわかんないっていう人はトレイルバイクを選べばいいと思います。でもうちょっと積み分けをすると上りそんないかないけどほぼダウンヒルパークで遊ぶんだけどもたまに友達と里山でなんか登ったりする時もあるんだよねって方は下りにかなりフォーカスしたエンデューロ系のバイクをねチョイスするとか本当マウンテンバイクの種類って結構たくさんあってすごくこう迷うんですけども自分が何をしたいのかっていうのをある程度固めてから決めると後悔しないんじゃないかなと思います。僕のおすすめはとりあえずなんか、マウンテンバイク始めたいフルサスが欲しいっていうんだったらトレイル系がいいんじゃないかなと思います。で日本は正直下り系のマウンテンバイクパークが多いので下り系のマウンテンバイクの方が楽しめるシチュエーションは多いんじゃないかなと思います。僕のリーボなんかは中間のポジションなんで下りもいけるし上りもいけるしっていうポジションなんですけどもその辺は本当自分が何したいかで決めればいいんじゃないかなと思います。てな感じでですね、マウンテンバイクハードテイルとフルサスどっちを選べばいいのっていうお話をしました。もう最終的には結局予算で決まっちゃう場合もあるんですけどもダウンヒルバイクとかマジバカみたいに高いし、黒缶バイクもフルカーボンでホイールもカーボンでみたいにすると平気で100万近く値段いっちゃうので結局予算もねあると思うんですけども予算関係なしに考えた時に自分は何がしたいんだろうってまず決めた上でハードテールにするかフルサスにするかハードテールだったら
予算内で一番いいフルサスハードテールはどれだろうとか、フルサスだったら、自分はトレイルも行きたいし、下りもしたいし、中間街のやつはトレイル買えばいいし、富士見パノラマが家から10分なんですっていうんであれば、多分エンデューロ系のバイク買った方が絶対楽しいと思うし、その自分の住んでる環境とかでバイクを選ぶのもいいんじゃないかなと思いますと。ぜひね、参考程度にしていただければなと思います。もしもね、すごい参考になりました、よかったですっていう方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いしますということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画をお楽しみに。